どうも、単独歩行者です。突然ですが、立ちこけしたそうですよ。唐突に話しましたが、私の話ではなく、私の知り合いが立ちこけしたそうです。傾斜のある道路で U ターンしようとした時に、バイクがエンストしてしまい、そのままこけたようです。怪我はなかったようですが、バイクと心に大ダメージを受けてそうでした。そもそもバイクは自立しない乗り物なので、こけるときはどうしてもこけてしまいますが、できる限りこけたくはないですよね。今回は立ちこけしないために私が気をつけていることをお話ししたいと思います。とはいえ私自身も今はまだ立ちこけしていないだけなので、より良い対策があればコメントでぜひ教えてください。まず大前提ですが、極端に足つきが悪かったり重量が大きいバイクだと少しバランスを崩しただけでも立ちこけしてしまう原因になりますので、ご自身の体型に合ったバイクを購入するのが良いと思います。すでに足つきが不安なバイクを所有されている人でもローダウン等で多少改善することができるかと思います。また過度な積載でバイクの重量を増やさないのも大事ですね。次に操作関係になりますが、立ちこけしやすいシチュエーションとしてフロントブレーキを急激に握った時にバランスを崩す場合や、エンストで突然止まった時にバランスを崩す場合が多いと思います。ブレーキ操作に関しては急激な操作を伴う状況にならないのが一番ですが、それはなかなか難しいと思うので、基本的には低速時はリアブレーキで操作するのが良いと思います。この際、車体が傾斜した状態でブレーキをかけることがないように注意です。最初にお伝えした足つきが悪いバイクだと、直線でブレーキをかけた場合であってもバランスを崩す可能性がありますね。また傾斜時も両足を下ろすのではなく、リアブレーキを踏んでおくのがバランスを崩しにくいと思います。もう一点、エンスト時の立ちこけについてですが、こちらは練習を重ねることでクラッチ操作の感覚を身につけるほかないかもしれません。展開時などエンストをすると立ちこけが危ぶまれる場合などは、一度バイクから降りて取り回すなどの判断もできると良いですね。過去の動画を見ていただいている人の中で気になっている人もいるかもしれませんが、私は低速走行時にハンクラッチを多用しています。これはパニガーレが 30km くらいでガタつきエンストしそうになるためで、どの程度でエンストするかを事前に知っておくのも重要ですね。愛車が傷ついてしまうことを考えれば、練習用に 50cc の MT などを買ってみるのも良いかも。最後に取り回し時に倒してしまうケースですが、取り回しについても踏ん張りの利かない路面や傾斜地で行わないことが前提になるかと思います。その上で手だけで車体を支えるのではなく、車体を自身の体に預けて人、の字のように支えることで反対側に倒してしまうのは防げると思います。こちらも重量によってはどうしても難しい場合もありますので、ある程度はご自身の体格に合ったバイクを選択することも重要です。と、本日はこんな感じで立ちこけについて話してみました。以前少し話題になっていたスライダーについてですが、エンジンに取り付けるタイプのものはこけた時にエンジン本体を傷める可能性があるので、エンジンガードはフレームにつけるタイプのものが良いと思います。今回の話はいずれも一般論で、こけないための虎の巻ではないので、やはり練習あるのみなのかもしれません。ためになった、練習頑張ると思った人はいいねを押してください。そんな当たり前のこと知ってるけど立ちこけしたわと怒りで自我を失った人はバッと言っちゃってください。また動画も上げますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。X や Instagram もやっていますので、そちらのフォローもお願いします。では、また次の動画で。